皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで対局実況解説の方をやっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、では早速ね、対局の方をやっていきます。今回も10分切れ負けでいきます。今回ですね、読み上げ音声は、加藤一二三九段に、設定してあります。あなたが後手です。2段の方との対局の対局開始。はい。相手の方早石田がね得意戦法ということなんで、ここで7五歩と突くと、早石田でしたけど6六でしたね。では銀を上がってみます。6二銀で。そうですね、7八飛車でした。ここで8四歩から8五歩と突く将棋がね多いんですけれども、今回ちょっと、腰掛け銀右四間飛車をちょっと目指してみますかね。右四間飛車も、結構人気のある、指し方なので、石田流に対してね、三間飛車に対しても非常に有力なんでね、はい、ちょっと腰掛け銀から右四間を目指してみます。相手の方がね、これは指し慣れてる方だと思いますね。7六飛車から7七桂、この形をね、早く作ってきました。この辺もね、解説できればと思います。これは結構あれですね、対腰掛け銀シフトですね。早めに桂馬を飛ぶことで腰掛け銀を牽制してる意味があるんですね。ちょっとそう腰掛け銀やるつもりだったんですけど、少し状況が変わった感じですね。一旦ちょっと4二銀で、これ3三角から持久戦もあります。はい、玉の囲いを後にして、岸田流の本陣をね完成させました。こうなるとね、ちょっとね右四間飛車がやりにくいとこがあるんですよね。ちょっと作戦を変更してみますかね。はい、はい、じゃあちょっと作戦変更でやってみます。これね、本当5四銀から6二飛車って形を指したかったんですが、もう6筋の方をね、この銀桂で、相手のこうですね、対応がすごい手慣れた感じですね。今この7筋を狙ったんですけど、ここ先をかわすようにね、飛車成りを防ぐに渡してるしかないんですけど、これで飛車戻ると、千日手模様になるんですね。で、千日手は先手番なので、嫌うという感じで端歩をついてこられました。これでじゃあ7四歩とね反発していきましょう。私の方はですね、こう右四間を備えて銀桂を、寄せられたんですが、その代わりにね、王様が居玉なのでね、それが狙い目ですね。はい、私もこう王様がこうしっかり超えてるのがね、お分かりいただけると思います。これでね、飛車をね、こう圧迫、今角を9七角と上がって、この地点を、援護したんですけど、歩を打つことでかなり飛車をね、狭くすることに成功しました。この後もう一押しでできるかって感じですね。激しくいくなら6五歩と突く手もあるところです。激しくいってみますかね。結構飛車がねこう狭い形なんで、それを咎めていくなら飛車を寄っていきますかね。飛車寄って圧迫してきても相当有力ですね。飛車寄ってみますか。これはね飛車をもう結構単純明快ですね。8四歩から8五歩と狙っていくような感じです。この桂馬がね、7六ですか。これはなるほど。でもこれだとこうつきますかね。はい。これね、飛車がかなり狭いですよね。この展開は、私と方としても、狙っていたというかね、石田流に対してこう圧迫する展開になるとね、もうすでに先ほどの後傾の形からかなり崩しましたから、ちょっとポイント上げたかもしれないですね。そうですね、飛車をかわす形をね、相手の方はどうにかして作らないといけないんでね。ただ9五歩は最善の一手ですね。まだそんなに、こちらも簡単ではないです。どうしますかね。これは8五歩と突くと9六飛車と寄るということです。7六歩と取る手はあるんですけれども、同飛車で7五歩に今度同角とね、角を犠牲にさばこうってことじゃないですかね。それでどうか。ここ難しいですよ。ちょっと考えますね。6五歩とね、この角がこう効いてるんで、6五歩と突く手もね、相当魅力的です。同歩なら桂馬が取れ、同桂なら同銀で、さばける。ついてみますか。これね、やっぱりこう王様の位置ですよね、一番は。これでもしこの、5九の王様が3八とか、理想は例えば2八で3八金とね、美濃囲いになっていると、非常に硬いんですけど、何せね、5九にいますからね、これ、振り飛車っていうよりはもう、居玉の方がね、クローズアップされてる感じですよね。はい、これどんどん強く戦えるんですね、こうやってね、もう銀取りで、本来美濃囲いですと、対美濃囲いですと、激しく戦うと、王様の硬さの差がね、出ることが多いんですが、
本局の場合はこうね、私の方が王様が安定しているのでこうどんどん踏み込んでいけるんですよね。これね、もう銀取りを放置してどんどんやってもこうね角をなって、でこれが王手ですから、はっきりね意欲を咎めている形になっているのはねお分かりいただけると思うんですよね。そうですね。ただここからですよね。ここからどうするか。今ね銀桂交換なんですけど、この金が大きいですよね。であと今ここが私の出番なので、ここで有効なね手をね指したいとこですね。どうするか。難しいですね。この飛車がさばければね一番分かりやすいんですけど、そういう手があるかですね。今ねここばっかり集中的に指したんですけど、こういう時にねこの辺ばっかりを見るよりはこの2枚は成功したところなんで、このね自陣の飛車をさばけるかっていうのを考えながら指したいですね。どうしますかね。馬寄ると飛車金両取りですね。馬寄りが第一感で馬寄りますかね。と金は払ってくる可能性ありますけどね、馬寄るとね。どうしましょう。もっといい手があるかって感じですね。角取りに飛車を寄る手もあります。そうすると角が出てくるのかな。いやー、どうしましょう。角取りに飛車を寄る方がいいですかね。ちょっとね、ここは長考になりますね。ちょっと考えます。飛車を打ってみますか。8七馬もかなり有力な手だったですね。この辺はちょっと、解説もしたいと思います。8七馬って寄った方が良かったかもしれないところです。すごい微妙なところですね。これ飛車のさばきの方を優先した指し方です。はい。これなんかこまごま動いてるんですけど、要は今この先ほどこいだ角より私の飛車が遊んでる感じだったんで、できればこう角とね切り違えたいということですね。あとこれ角が香車を取って逃げるってなんかもうね、これバカバカしめです。これね、金寄るってこれ狙ってるんですよね。これがきつい手なんですよ。これがないとね、ただこう角を狙ってね、香を取られながら逃げられてすごい損なんですけど、これでこうなるとどうですかね。先ほど8人にいた飛車がねうまくこうさばけたのがねお分かりいただけるんじゃないかなと思います。これは迷いますね。4二竜か4二馬かどちらもありそうですね。どっちがいいかな。4二馬で王様逃げてこう銀取ってっていうのもねポロポロ駒が取れそうなんですが、竜を引いた方がより厳しいですかね。はい。もちろん金持ってるのがね大きいですね。これで一間竜、これ一間竜って形ですね。これもねぜひ覚えていただきたい形です。寄せのね。はい。でこう金を持ってと。こういうふうに駒をね取りながらの攻めになってくると、かなりね成功している形ですね。はい。駒をこう増やしながらね攻める。これまた一間竜ですね。これも一間竜が続くんですけれども、これもね解説できればと思います。それでねもう竜をバッサリ切って、これ結構馴染みの手筋ですね。はい。はい、ありがとうございました。才能はかなりあったと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、将棋ウォーズの対局編ということで、将棋ウォーズの対局をね、やっていきました。戦型の方はね、相手の方の石田流に対してね、対抗していくという形になったんですけれども、当初のね、予定とはちょっと変わったね、戦型にはなったんですけどね、石田流をうまく攻略できたんではないかなと思います。こちらの方の将棋ね、解説編もお送りしますので、ね、ぜひぜひそちらの方もお楽しみください。はい、この番組が良かったなという方は、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。